ロジカル FX 通信の補足解説動画をしていきたいと思います。タイトルは4時間足に潜む罠、ゴールドトレーダーが注意すべきポイントです。日付は8月16日の記事になります。はい。では、早速見ていきましょう。まず昨日ですね。で昨日ですが、結果的に私はトレードはスルーしましたね。で、ここで4時間足のここで待ってたんですね。で、こういう風な黄色のこういう波が出れば、これでレジスタをすれば、こういう風な波が出るので、ここからここっていうのを考えてたんですけど、結果的にここまで来て、で、そのままこうやって内に入っていっちゃったんですね。なので、これはレンジと判断して、スルーしました。トレードフォロワーは、私も含めて、順張りの人たちっていうのは、やっぱり最低限やっぱ4時間足のこういう波が出ないと結構難しいんですよね。なので、今回、昨日のようにこのままここまで落ちてきてこうやって内に入ってきてしまった場合、つまりこのダウが継続しないっていうところで、継続しなかった場合っていうのは、トレードは控えた方がいいですね。で、指標の後に勢いのあるようなところなので、ここの部分、これ15分足とか見ると、ここの部分なんですけど、何度もこうやって行ったり来たりするわけですね。で、こっからここのちょうど半分ぐらいで、よくあるあるなんですけど、ここで、波が止まればいいんですけど、波が止まらなかった場合っていうのは、ここからこのちょうど半分ぐらいここに当たって、で、その半分の中でだんだんこうやって、波が収束して、内に行く。もしくは、こっち側に行く。こっち側に行けば、狙えたんですけどね。ただ4時間足が確定したときに、こっち側に行ってしまったので、これはもうないなと思って、結局ダメでしたね。昨日はスルーしました。はい、で、こういう相場っていうのは、トレンドフォロワーは無理なんで、レンジの人たちで、逆張りの人たちっていうのは美味しい、環境になってきます。はい。ほとんどの人、まず 99.9% ぐらいの人っていうのは、順張り、もしくは逆張りっていうのを両方使いこなす、人っていないので、順張りがダメだったら、レンジでいいじゃんって言って入っていけるっていう人は多分いないと思いますね。それなりに、どっちかの、順張りの専門家、もしくは逆張りの専門家、どちらかで、トレードっていうのを極めていくので、やっぱりその両方を持つっていうのはなかなかできないと思います。私は順張りを極めてる方なので、もう家に戻ってしまった場合は今日はないやって言って、しませんでしたね。はい、で、このラインがポイントなんですね。これ、週足で、ここですね。ここのラインと、ここのライン。ここがポイントになります。はい、で、昨日は結構スルーしたんですけど、その前ですね。その前は、ちゃんとトレードができました。で、トレードポイントここですね。6、70ピプスぐらいですね。1週間に60ピプスとか6、70ピプス。仮に60ピプス取るとします。1週間に1回。で、4×4 週か5週ぐらいあるので、5週ぐらいあったら、300ピプスぐらいとか普通に取れちゃうんですよね。で、週に1回ってことないので、週に2回、2、3回は出るので、そうするとその倍とかになりますので、昨日みたいにトレードできない日っていうのは別に自分の手法と異なった波なので、そこはもうそれでいいじゃんっていう感じになりますよね。はい、自分のその平均値っていうのを、理解していれば、別に昨日がなくても、昨日取れなくても、また来週2、3回出るので、そこで取っていけばいいじゃんっていうことになるので、特に何も感情的なものが何もないですよね。はい。そこで、そういうふうな自分の平均値、月の平均値がどのくらい取れるのかっていうのを知らないと、感情に、
流されて、何度も何度も入っていって、結局負けてしまうということになりますよね。確実に取れるところで取った方がいいですからね。はい、じゃあまず、なぜここを取ったのかというと、まず、日足が、これ、陰線なので、陰線スタートなので、ここはあれなんですね。日足の目線っていうのは、今日は下っていうのは分かってたと。で、普通だったら、自分の得意なところって週足も陰線のところなんですよね。で、ここっていうのはまだ週足陽線じゃないです。得意な場所ではこういうところなんですよ。週足がいきなり陰線スタートみたいなと。そうすると1週間ずっと下なので、こっちとかそうですね。なので、ここの週足陰線のところの、日足の陰線のところっていうのが一番やりやすいんですけど、今回みたいに、週足が陽線のところの日足の陰線っていうのは難しいんですね。で、ここの陽線のところで、週足の陽線のところで、日足が陰線っていうのは、日足で見ると、まだ上に張り付いているようなところなんですね。つまり、ここなんです、ここ。ここっていうのは、上段に当たるわけですね。上段、下段。これ4段ぐらいに分かれてるんですけど、こんな感じで。これ綺麗に同じ、幅ですよね。高さですか。高さですよね。なので、こんな感じで分かれてるんです。で、一番上のところなので、当然、ここの、波が、これ陰線スタートで、今日は下っていうのは分かってたんですけど、ここに来たときに、まだ、この枠の中の一番上のところなんで、全然下領域なんですね。なので、ここに来るときに、こうやって来る可能性があるんですよ。思いっきり。なので、まず、この部分。この部分っていうのは、ここから、ここの部分なんですね。ここの部分。で、下に行けば行くほど、つまり、ここですよね、ここ。これが、ここのラインなので、下に行けば行くほど、こっちからこうやって貝が入ってくるわけですよ。ということは、結構深く戻ってくるわけですよね。で、これ、ボラティティがゴールドなんで非常にここがあるので、ここぐらいまで80ピップスぐらい戻されちゃうわけですね。で、そういう危険な場所になっているので、できるだけ、こうやって引き付けてからエントリーです。はい、そうしないと、もうここで負けちゃいますからね。せっかくこっからここまでの波を取るっていうのが分かってたにもかかわらず、こういった波が指標とかで落ちてきて、ここら辺で、止まったんじゃないか。例えばこういうところラインとかありますよね。こういったところで止まったんじゃないかと思って入ると、そのままこうやって刈られてしまう。ここで、4、50分刈られてしまって、負けてしまうっていうことになるので、できるだけこうやって引きつけてからのエントリーです。で、この波が戻ってくるっていうのを予測しなくちゃ、深く戻ってくるっていうのを予測しなくちゃいけないですね。予測する根拠としては、これです。この一番上に張り付いている、この段の中の領域の中の一番上に張り付いているところで、まだ全然下位領域のところなので、下に行けば当然戻ってきます。思いっきり戻ってきますね。これがここの領域だと、こういったところの領域だと、深く戻ってこないんですよね。ここからちょっと戻ってこうやって下がってくるんですけど、ここは全然一番上のところなので、下に行けば行くほど深く戻ってくるわけですね。はい。で、こうやって深く戻ってきて、でも大きな指標があったので、まだ勢いがあるわけなので、もう一回下がっていくみたいな。結果的にさらにしていたんですけど、ここからここぐらいですね。というところを取りました。はい。これでも、6、70分下がるので、全然問題ないですね。で、こういったところというのは、こういうふうな、上のところの、このちょっとした下落っていうところは、週足がこうやって陽線になっている可能性が非常に高いと思うんですね。週足だけ見るとわかるんですけど、これは陽線なので、まだ目線は上なんですよね。ここだともう全然ちょっと違ってくるんで、
なので、今回のように、足が、これからトレースを取っていう、週足要線だなっていうのが、科学で見た瞬間分かれば、気足に乗りダウンして、これ結構上の高い位置にいるよねっていうことで、戦略を立てるわけですね。で、下に行けば、深く戻ってくるので、深く戻ってくるので、そこに引きつけてから、最後の一発を狙っていくっていうようなイメージじゃないと、こういったところは勝てないです。っていうことになります。で、ここのラインっていうのは、ここですかね。この実体のところですかね。週足のこの実体のところですかね。ごめんなさい。こっちです、こっち。ここです、ここです。ここです。ここの実体、ここです。それが抜けると、昨日のように、ここの実体のところが来るわけですね。っていうことになります。はい、今回は以上になります。